日本の景気が悪いのは賃金が上がらないのが大きな要因だと思うのですが、ひろゆきさんどう思いますか？物価は確かに上がっていますが、他の国に比べると上がり方は緩やかであり、社会保険料を除いた国民負担率も 16%、他の国に比べて税負担も低いため、やはり賃金が一番の要因かなと考えています。いいえ、社会保険料が高すぎる、福祉に使っている割合が高すぎるというところの問題だと僕は思っています。はい。他の国の社会福祉比率ってそんなに高くないんですよね。で、社会福祉比率が高い北欧ですとかっていうのが日本と同じぐらいの社会福祉率だったりするんですけど、ただそれが老人介護に使われてる割合が日本が異常に高いんですよ。で、北欧とかの場合は失業しても毎月毎月給料出ますとか、大学タダですよとか、子供の出産タダですよとか、普通に若い人たちが生活する上でも還元される社会福祉なんですけど、日本の社会福祉ってほぼ大体高齢者向けなんですよね。若い人が失業しましたって言っても失業保険出るまで1ヶ月間はなんとかしろみたいな感じだったりとか、派遣とかのうち失業保険出ないよねみたいなのもあったりとかするんで、あとその年金に関していくと他の国の場合って相互扶助なんですよね。例えば70歳の人たちは70歳の人たちの中でなんとか年金っていうか生活費をやりくりしましょうなんですよね。なので70歳の人たちのお金持ちの人はバンバン払って70歳のお金のない人に生活費を負担するっていう形なんですけど、日本の場合ってなぜか若い人たちが高齢者を支えるという構造になってるので、結果として若い人がどんどん減ってくるとひたすら若い人が搾取され、高齢者の人たちは自分たちが払った以上の福祉が得られるんですよね。定年するまでにじゃあ年金を500万円払いました、じゃあ今までいくら年金戻ってきましたか、1500万円戻ってきましたみたいな、もう3倍もらっとるやんみたいなその1000万円誰が払ってるのっていうのが、同世代が払ってるんだったらいいんですけど、若い人たちが社会保険料っていう形で払ってるので、結果として若い人たちの結婚が遅れて子供が減るっていうので少子化になってるっていうのがあったりするので、賃金の問題というよりはそこの税金の使い方の高齢者に社会福祉に割とこう比率が他の国より高いというところの問題なんじゃないかなと思います。給与明細を見てると血税っていうけどむしろ社会保険料をやろうって感じです。ひろきさんいかが思いますか？お金持ちの方は分かりませんが一般市民の税負担そこまできつい印象はあまりないです。社会保障料でがっつり引かれるのがしんどいです。給料の低い人だと 14.8% が社会保険料なので、給料で引かれてる手取りの大体が社会保険料だよねっていうところだと思います。年収2000万ですとかになると税率が 50% になるので、そうなると引かれる金額が3割かなんか引かれるのかなっていう感じだったりするので、社会保険料では税金のが取られるよねってなるんですけど、ほとんどの日本人は社会保険料のが高いよねっていう状態なんじゃないかなと思うんですけどね。いやー、だからその財務省デモをしたくなる人の気持ちはわかるんですけど、そのエネルギーを財務省デモに使ったとしてもあなたたちの手取りは多くなりませんよっていうところを僕は何とかした方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね。財務省解体デモの人たちってなんで社会保障費減らせって言わないんですかね。 20% くらい削減したら余裕で消費税とかよりみんな生活福祉も長生きしたいんですかね。高齢の人で働いてない人多いからじゃない多分消費税増税反対って高齢の人言うんだよね。でも高齢の人って別に働いて給料もらってるわけじゃないから、社会保険料どうでもいいから社会保険料に関しての文句言わないんだよね。本来であれば取られてる金額で言ったら消費税 10% に比べて社会保険料自分から 14.8% で会社も 14.8% だから、社会保険料 30% 取られてるんですよ。なので労働者としては社会保険料なくそうぜの方が全然手取りは増えるはずなんだけど、それを言わないっていうのは社会保険料を払ってない方々なんじゃないかっていう仮説が成立するんじゃないかと。資産の格差が広がっているので純粋な増税よりも資産課税を導入すべきだと考えているんですが、僕も資産課税賛成派です。資産課税現実的なんでしょうか？フランス資産課税あります。現役世代が負担する必要があると思うので、50歳以下で一定の資産を有する一部の方が対象にするのが現実的なのかと思います。いや、フランスは年齢制限ないですね。1億だから確かね100万かな、違う、120万ユーロ1億6000万円ぐらいの不動産を持っている場合は 0. 何%かなんか課税が増えるんですよ、固定資産税で。ただ自分が住んでいる家の場合は割引あるんですよね。例えば1億6000万円の家なんだけど、自分が住んでる場合は5000万円分割り引いていいみたいな。なので別荘とかでいっぱい不動産持ってますっていう人はより多く払って、たまたま先祖代々の家に住んでました。で、パリの出身だから価格が高いですっていう人だと割り引かれるみたいな。っていう感じで、住んでるのであればそんなに高くなくてもいいよっていう形で、庶民の負担はそんなになくて、金持ちに関してはいっぱい取るっていう資産課税やってます。フランス在住のひろきさんは今の日本の税制どう思われますか？やっぱ社会保険料とか考えた人頭いいっすよね。
バカってあれ税金だと思ってないんですよ。なんか社会保険料って書いてあるからこれ税金じゃないんだとか、社会保険料って個人は 14.8% ですけど会社側が 14.8% 払ってるとか知らない人いるんですよ。なので本来自分が雇われているのでかかっているコストでいくと 30% しかかかってるのに、なぜか 14.8% の社会保険料しか払ってないんだって思うバカと、これは社会保険料って税じゃないんだって思うバカがいるっていうので、やっぱバカのコントロールはうまいな日本はって思うので、そういう意味でやっぱ日本の政治家って頭いいなと思います。最上愛事件について論を立っていました。ネットでは金は命より重い系の被害者への同情が見られるが、たかが200万で命は重すぎる。日本人というだけで憲法で生活保護が保障され、月10万、年間120万取られる。40年取るというクズでも4800万だ。次には生活保護を悪く言って取らせない役者は国民なりもある。そうなんですよね。生活保護取ると大体9000万円ぐらい得するんですよね。平均寿命が男性でいくと、70代後半だとすると、20歳ぐらいから生活保護取ると、50年間、毎月13万円ぐらいもらえるんですよ。だから年間で言うと150万円ぐらいもらえて、7500万円ぐらいもらえるんですよ。っていう感じで、実は結構長くもらえるんですけど、でもなんか、働こうとするよね。なんか働かないで金もらった方がマシじゃねって思うんだけど。医療費もタダだしね。病院に行く時の交通費もタダだったりってなったりして、なので生活保護で全然いいんじゃねえみたいな思うんですけど、なんかね、生活保護ね、取りたがらないんですよ。で、悪く言って取らせない役所って言うんですけど、これ違います。本気で取りに行ったら取れます。国民が生活保護を本気で取りに行ってないんですよ。例えば宗教上の理由で働けませんって言い張り続けると取れるんですよ。宗教上の理由で働けないということを否定するということが日本の公務員はできないんですよ。なのでスパゲッティモンスター教で働けないですって言って面接で俺こういう宗教なんで働けないんですけどって言ったら断られるってなって、ハローワークでも仕事が得られませんでしたって証拠を持って役所に行くと、もう食えないから俺餓死するんですけどどうするんですかって言うと生活保護出さざるを得ないんですよっていうのが実は日本の法律なんですよね。本気で取りに行ったら取れるんですけど、なぜかみんな本気で取りに行かないんですよね。僕よく生活保護を進めるのはひろゆきは金を持っていて自分じゃやらなくてもいいから言ってるんだってなるんですけど、僕金なかったら速攻生活保護行きますよ。だって働かないでお金もらえるんだもん。で生活保護でお金をもらいながら多分なんかサイト作りとかして一発サイトが当たったらお金もかかるじゃないですか。で別にサイトが失敗したらじゃあ新しく成功するサイトをまた作るっていうのやっていろんなサイトとかいろんなビジネスとかやって成功したらもう生活保護いらないっすってなるけど、成功するまで僕多分ずっと生活保護でいるんじゃないかなと思うんですけどね。だってなんか働いてる時間損じゃん。人によるんだけどずっと労働して給料をもらい続ける方が楽な人っていうのと、あと僕の場合知識と経験の成果で多分働くより一発当てる方が儲かる系のスキルなんですよ。こういうサイト作ったら儲かるよねとかっていうのは割と僕は分かっている方なので、普通に働き続けるより生活コストを国に生活保護として払わせて当たるまでサイト作り続け、サイトが当たったらワンチャンお金持ちだし、サイトが当たらないんだったら生活保護だよねっていう方が僕は結構そのスキルセットとして合ってるんですよっていうタイプの人っていると思うんだけどね。だから YouTuber とかそうでしょ。だから YouTuber になりたいですっていう人って生活に関して生活保護でもらってひたすら YouTube やり続けてワンチャン当たったらいいよねっていう。今日のアベプラで切り抜きをやってる人の話があったんですけど、石丸さんの切り抜きやってる人が年収3000万、それもともと会社員の人だったんだけど、でもあれも別に生活保護で切り抜きやってでワンチャン行ったらいいよねっていうのもあるし、なのでなんかやりようだと思うんですよね。会社員が苦にならないという人やればいいんだけど、でも切り抜きで儲かってる人ってそれなりにいるんですよ。石丸さんの切り抜きで3000万年収いったって人もいるし、で切り抜きで年収5000万いったみたいな人もいるし、切り抜きで儲けてる人っていっぱいいるよねって現実の情報としてあるじゃないですか。それだったら生活保護でひたすら切り抜きやって当たんなかったとしても別に生活保護でいいし、当たったらやったーっていうのでお金持ちライフっていう。なのでやり方次第なんだから、とりあえず生活保護でいろいろ冒険してみたらいいんじゃねえのって僕は思うんですけどね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。